はいどうも、フランスガイド中村です。今ね、私の後ろに映っているのはパリの19区の隣にあるパリの隣町パンタンというところなんですけども、今回はね、このパリの隣町パンタンの魅力を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今回のトラベルパートナー紹介しましょう。この方です。はい、トリニティです。トリニティさん今日本語を勉強していますけど、後で特別なイベントを話したいと思います。ということでね、その特別なイベントというのはこのパンタンでやるそうなんで、そのイベント会場があるなんていうとこだっけ？ラシテ・フェルティルです。シテフェルチルっていうところまで皆さんを案内して、このねパンタンの魅力皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは皆さんおにばさあ行きましょう。ということでね、見てください、素晴らしい天気でしょ。そして目の前にねこんな川があるんだよね。実はねこれ川じゃなくて、これって何なんだっけ？ルカナル・ド・ルックです。カナル・ド・ウック、これウク運河です。ウルク運河というものなんです。人工の川なんですね。もともとはウルク川というところからパリに飲み水を引っ張るために作ったもので、工事を始めたのはナポレオン・ボナパルトですね。はい、完成したのは19世紀の半ば、1822年に完成しております。ここに運河ができたことによって、ここがねどんどん工業化していくという、まさにこのパンタンとこのウルク運河っていうのは、切り離すことができないような場所なんですが、今ねちょうどいいところだからちょっとくるっともう一回見ていただきます。そうするとすごい大きな建物が見えるでしょ。このガラス張りになって、そしてなんか塔みたいなもの見える建物なんだけども、この建物なんだっけ？ルブロン、ごめん。この建物建物ルグランムラルグラムランっていうところなんだよね。これムーランっていうのは何かっていうと、これ水車とか風車っていう意味もあるんだけども、ムーランはカフェみたいにしてね、この引くなんていうのかな、物体を細かく粉にするっていう機械をムーランっていうんだけども、ここは小麦を小麦粉にするための燻製所だったところなんですね。このような、このね運河で小麦を運んできて、あそこの燻製工場で小麦をひいて、小麦から小麦粉にする。小麦粉にしたものをパリにどんどん送ってって、そしてパリのパン屋さんはここでひいた小麦粉をパンにしてるってことなんですよ。だからトリニティが食べてるのもここでひいてたのかもしれないね。けど違うか現在ではね、風船工場ではありません。現在はここはね、ちょうど見えてるじゃん。あそこにほら名前が書いてあるけど、読んでくれる？ベンペパリバ。ベンペパリバっていう、これ今では銀行になっています。はい。21世紀の初めね、ここは燻製工場ではもうなくなってしまって、現在のね、フランスでも最も大きい銀行の一つであるベンペパリバっていうところがオフィスを構えている場所なんです。はい。実はね、私たちの後ろにパンタンっていう街が見えていたんですけども、今私たちがいるところはパリなんですよ。これ読んでくれる？この看板。パーク・デ・ラ・ティレッツ。ビレットの公園って皆さん知ってるかな？これビレットの公園というのはパリの19区にすごい大きなところが広がっているんだけども、これ右に行くともうすぐビレット公園です。そして今ね車がどんどん走ってるところがちょっとあると思うんだけども、あれがねパリの外周の環状線ですね。あそこがパリの外れっていう感じ。そしてトラムが走ってて、今ちょうど私たちパリの本当に外れにいるんですよ。でこのね、これパリの街灯なんだけど、実はまだパリなんです。これパリの街灯なんだけど、その隣の街灯を見て、色が違うの分かります？緑色のなんか街灯があるでしょ。これが実はパンタンの街灯なんだよね。ちょうどねパンタンとパリの境目に今私たちいるってこと。今度は街灯だけじゃなくて下を見てください。下を見るとこういう石畳になってるんだけども、これが今のパリの石畳ね。これずーっと行きますよ。ずーっと行くとちょっと変わるでしょ。だから今ね、ここがパリで、ここがパンタン。ここがパンタン。それ面白いね。だから今私がパリ、今トリニティがパンタン。今パリに行きたい。僕はパンタンに行くよ今。こんな感じでね遊ぶこともできるという感じなんだけども、さあ今ねパリからパンタンに入りました。ということでね、これからそのシテ・フェルティルっていうイベント会場にね進みながら、このパンタンの魅力を皆さんに
伝えていきたいと思います。それでは皆さんオニバーサ行きましょう。ということでパンタンっていうところはこの運河とともに成長してきたんだけども、この運河ができる1822年以前はもうここは完全な畑だったらしいね。この辺ずっと畑で小麦が取れた。だからその取れた小麦を運河によって運んで、そしてここで小麦粉にしてパリに送っていたっていうことなんだよね。で運河ができるとどんな変化が起こったかというと、まず一つは今ねここにいっぱい砂みたいなものがあるんだけども、これセメントの材料になってます。でなんでかっていうと、ちょっと見えるかな、あそこに灰色の建物があってラファルジュってあるけども、あれフランスの中で最も大きいセメント会社ですね。ヨーロッパの中でも多分5つの指に入るぐらい大きなセメント会社です。そんな感じでこういうところは現在でもちょっとそういうところがあるんだけども、工業地帯になっていくわけなんだよね。ちなみにこれ今銀行になってるベンペパリバの建物だけどさ、今目の前に白い建物がねあるでしょ。白いのがなんかこっち側にぐーっとなんかせり出てるじゃない。であれなんか途中で建物バサッと切られてる感じだけど、あれねもともとああいう建物だったんです。これ燻製工場の時はあそこから小麦粉を下に通る船に積み荷を下ろしたところなんですって。そうですか。だからこういうふうに全部残ってるんだよね。あえてそういう建物を残しながらやってるって、このようなね新しい、ことに変えてるっていうことなんです。今ねその見ていただいたところはもともとは小麦を引く大きな工場だったんだけども、現在は銀行になっています。ですからもともとここは工場地帯だったんだけど、工場地帯の時にはここにはたくさん、労働者が住んでいたわけで、現在はこのようなね、大きな銀行が来たり、あるいはねこういうカバンのメーカーなんだけども、非常にフランスで有名なカバンのメーカーのアトリエ、大きなアトリエが今パンタンに移ってます。どこか知ってる？カバンかね、ルックスのカバンね。ルクスのカバン。ルックスね。エルメスじゃないですか？エルメスなんですよ。エルメスのアトリエが今ここに移っていて、あと香水なんかで有名なメーカーなんだけど、シャネルって知ってる？シャネやっぱり知ってるね。シャネルもこのねパンタンなんかにアトリエを移しているですよ。ですから今この辺は非常に大きなその企業が、パンタンに移ってきて、そういう企業で働く人たちのためにいろんなね高級住宅街なんかも出てきてるところなんですよ。さあ皆さん左手向いてくれる？そうすると運河の向こう側かっこいい建物いっぱい並んでるでしょ。今パンタンで新しく作られる建物っていうのはこういう少し所得が高い人に向けたような建物をどんどん作っています。この灰色のちょっと先にある建物、ちょっと今団地みたいな感じ、ピンクと濃いピンクの団地みたいな感じの家がずらっと並んでたのが今だんだんシックに変わっているっていう。じゃあ10年に変わると思いますか？そうだからこれからもどんどん変わっていくと思いますよ。でこの運河っていうのは今までずっとその工業地帯でずっと工場が建っていた、そこには貨物船なんかがいっぱい通っていたんだけども、現在はここが例えばこういうふうに整備されて、歩くのを楽しんだり散歩したりジョギングしたりでサイクリングしたりっていうような、本当に遊歩道的な感じになっているんだよね。だからこのパンタンに住めばこういう運河沿いを散策することっていうのもできるんですよ。楽しい場所ですね。楽しい場所だよね。家族と。そうそう。仕事の後とかアペルにあのバーに行くのがいい感じじゃないですか。ほらなんかいい感じのさバーとか見えてきたよ。で目の前にね今度はこの橋が見えてきたんだけども、この橋を左側に回ると今度は渡ると、パンタンの市庁舎が見えてきます。その市庁舎のね方向に行ってみましょう。でこのね運河のところはね今日はあんまりいないんだけど、貸しボートなんかもあって、ここで免許がねなくてもボートでずっと渡っていけるような感じで運河クルーズなんかも楽しみながらね
遊べるようなところになっているんです。さあここを渡っていこう。はい。そうするとね、目の前にすごいこの視聴者素敵そうね、お城みたいなものが見えてくるんだけども、さあここ行ってみましょう。いや素晴らしいですよ、この運河の景色ね。あそこにね、グランムーラン・ドゥ・パンタンのね製粉工場があって、こんな感じで向こう側がパリですよ。向こうに見えてるのがパリね。でなんかお城みたいな感じになってるんだけどね、一つのパンタンの問題っていうか、この運河ができることによって発達していくんだけども、パンタンっていう町があって、南の部分に運河が通る。そうすると南の部分と北の部分が分断されてしまうという問題が起きる。でやっぱりね、それをつなげようってするのが、こういう玄関口のようなその建物を建てることによって、できるだけねつなごうっていうような感じになっています。ということでね、この視聴者のところ行きましょう。すごいね、かっこいい建物でしょ。かっこすぎね。これはね、19世紀の後半に作られた建物で、ちょっとルネッサンス様式って言って、ルネッサンスっていうのは16世紀、15世紀16世紀に生まれる様式なんだけども、それが19世紀にもう一回作られているので、ネオルネッサンスっていうような様式になってますね。はい、ちょっとねお城みたいな感じになってるよね。地元の人もね、あだ名シャトーって呼んでるみたいですよ。でここはね、そのオテル・ド・ビルって言っていわゆる市庁舎なんだけども、現在はすごく手狭になってきた、狭くなってきたので、現在はねセレモニーとかにしか使われていないんですって。例えば結婚式だとか、あるいは会議とかもやっぱりこういうところでやったりするのかな。そんな感じのね、セレモニーだとかそういうものが中心となって行われているところなんですって。で他のね行政的なもの、例えば書類の作成だとかそういうものっていうのはまた別の建物でやるそうですよ。なんか手招きをしている人がいるんですけど手招きをしている人がいるんで、ちょっとなんか入ってみましょうか。それでは皆さん行きましょう。ボンジュール。Oui, c'est ça. C'est possible. Waouh. C'est magnifique. Monsieur le maire, Mister. Ah, enchanté. Monsieur le maire. Oui. Wow, Bonjour. Bonjour. Monsieur le maire. Maire de Pantin. Maire de Pantin. Eh, excellent. それはすごいね。市長が登場しましたね。Très bien. En fait, maintenant, on est en train de présenter Ville de Pantin. Pantin Oui, avec une histoire. L'histoire de Pantin. Voilà. Pantin, cette mairie a été créée en 1886. 1886. Look there. 1886. ああ、1886年に19世紀のね終わりに作られたっていうことですね。非常に荘厳なというかね、セレモニアルな劇場的な建物になっています。Actuellement ici c'est plutôt cérémonie, n'est-ce pas? Ici, administration, monument historique. ここはね歴史的建造物ですね。 Comme. Vous pouvez parler français aussi. カムとか言ってたんだけど大丈夫かな。 One moment, す okay? ごいね。 Please. ここいいの？登っていいの？登っていいの？本当に？新しいゲストいます。見てほら、パンタンって書いてあるステンドグラス真ん中。 Hardy en Pantin. アブディパンタン。 It's very bold. Allez, venez. ちょっと登っていこうか。大丈夫これ仕込んでんじゃないかっていう感じですけども、突撃です。はい、突撃で行ってみよう。あ、もしかしてサルでマリアージュ？サルでマリアージュ？ Salle de mariage. Here, okay? Just look here. ここちょっと見てみろって。あ、 Look. うわーすごい。これすごいよなんか。何これ？すごい。あ、これ全部絵画になってるんだ。わー。これなんかナポレオンの戦争みたいな感じになってるな。ここ見ると見てください、これ
これ壁中がねこうやって壁画になってます。これ何なんだろう。これ私もこれいきなり通されたから何なのかわからないんですがね、ちょっとこういう風になってて、で隣が結婚の間になってるって言ってました。ちょっとね隣行ってみましょう。ここはもともとセレモニー、結婚式とかで使う場所らしいんですけども、フランスのね結婚式っていうのはその役所にその書類を届けるんだけども、こういったね結婚の間っていうのがそれぞれ視聴者とかにあって、なんかこれシャバンヌっぽいね、なんかシャバンじゃないかもしれないけど、でこういったところにその市長さんだとかその副市長さんとか立って、この方とこの方は今結婚によって結ばれました、さあ皆さん拍手してくださいって言って、その結婚が成立するっていうふうになってるんですよね。そんなそのセレモニーをするような場所がここの場所でございました。ということでねちょっと出ていきましょうだから結婚した後に「わあおめでとう」とかって言いながらこうやって「いやみんなありがとう」とかっつってこうやって降りていくんだろうね。はい、そんな感じのセレモニーが行われている場所だそうです。このね下のねちょっとモザイクなんかもその帰り際見ててくださいね。素晴らしいです。面白いね。こんなねいきなりサンキューサンキューサンキューベリマッチ。Merci beaucoup. Merci merci. C'est beau la grande salle. Ouais, c'était très beau. Avec des peintures Napoléon. Il y a pas Napoléon. Oui. C'était une bataille spéciale qui était représentée sur les tableaux. De l'église de Pantin du coup. Ok. そっか。Merci beaucoup. Au revoir. すごかったんだけどなんか。楽しかったね。楽しかったね。しかもなんかナポレオンの絵はすごかったでしょ。ナポレオンの絵ね。でなんかやっぱ優しいですよ。なんかこれ全然ねなんていうのアポイントとか取ってないんだけどいきなりなんかおいでとかっつってで初め僕たちのことじゃないよねって思ってたんだけどなんか入っていいよみたいなでもいいことですね。見ろ見ろとか言ってここの部屋入れとか言ってね。いや面白いですね。で今視聴者だったんですが、あそこはねさっき見ていただいたようにその絵画で飾ってある会議室とかあとはその結婚の間とかだったんですが、その今のね行政的な手続きを行っているのはこちらのね、皆さんの右手にあるこの透明の建物が新しくその行政的なものをやっているのがこちらみたいですね。はい。ではこちらもさそのガラスが透けて中が見えるので透明性のある仕事、トランスパフォンスみたいな感じになってるわけよね。はい。そして今ねこちらのサディ・カルノ通りというところを入っていくんですけども、ちょうどここからね視聴者の隣の道ですが、皆さんの今右手かな、右手に見えるこの建物がこちら今学校になってます。はい、中学校かな。そうコレージモデルネテクニックって書いてあるから、ちょっと技術的なもの、学校じゃないんですか。ここは今は音楽学校だ。でこっちが学校だ。で小学校ですね。はい。今ここ小学校になってます。でもともとはここがコレージュといって中学校だったんだけども、男子校と女子校に分かれているような学校でした。公立だったんだけどね。現在のフランスっていうのは公立だと必ず共学になっています。さあそしてね先ほどパンタンの町っていうのは南の部分は運河が通ることによって発達していくんだけど、同時に運河によってバッサリと切られてしまったという話をしていました。実はパンタンっていうのはねその19世紀半ば今度は別のもので切られてしまうんです。それは何かというと鉄道なんだよね。実は今皆さんの真後ろには鉄道の大きなパンタンの駅があります。ですからねちょっと皆さんと同じ情報を向くとパンタンの町があって、で南の部分は運河、北の部分は実は鉄道によって切られてしまっているっていうのがパンタンで、ちょうど運河で切られて鉄道で切られたこの真ん中にあるのがこの視聴者なんです。ですから今私たちずっとね正面の方にいましたけど、後ろ側に今回ってきた。後ろ側もどうですか、トリニティ、これ見てなんかこっち側から見てもお城みたいに見えない？そうですね、後ろですね。手前にさ階段とかがあって、こういう風に馬蹄形の階段って言ってなんかちょっとフォンテンヌブロージュを思わせるような
階段になっている。やっぱこれもね、鉄道に区切られた北側からもこの視聴者で正面から受けて、南側から切られた南側からも正面で受けるっていうようなね、両方北からも南からもどっちのパンタンの人に対しても開いているような視聴者、そういうものを設計するためにね、あえてこのような、作りになっているっていうことなんですよ。あ、そういうことですか。で、そしてね、ここから紹介するのが今度はパンタンの駅なんです。はい、ですからパンタンというところはまさにね、その大都市であるパリの隣町だからこそ、このような流通がものすごく発達していくんだけども、その流通というのが運河だったり鉄道だったり、そういうふうにしてパリに供給する隣町として発達していくっていう特徴があるんだよね。正面に見えてきたのが、これがね、パンタンの駅舎でございます。パンタンの駅が見えてきたよ。その駅も綺麗そう。この駅もね、なかなか綺麗なんだよ。なんか可愛いでしょ。可愛いね。時計があるじゃない。で、時計の下に何か書いてあるけどさ、なんて書いてある？シュマンドフェアです。そう、シュマンドフェア、鉄道って書いてあります。はい。この鉄道が作られるのは運河が完成してからだいたい40年後、1848年だったと思うんだけど、1868年かな、ちょっと忘れてしまいましたが、はい、だいたいね19世紀の、後半ですよ。そうだ、1848年がこの駅のね、そのパリ側に行くと東駅っていうのがありますけど、東駅ができるのは1848年、それの約15年後に作られたのがこのパンタンの駅なんで、それまでは鉄道が走ってたんだけども、ここパンタン素通りしてパリの東駅に行ってしまうって感じだったんだよね。けどここに19世紀後半に駅ができることによって、このパンタンのところっていうのも非常に発達していくってことになります。ほら、これ駅の入り口だけど新しいんだよ。綺麗でしょ。綺麗ね。で、この駅の、これ最近修復されたばっかりなんだけども、この修復の費用を出せたのは、例えば今見たようなベンペパリバ、大きな銀行みたいなものを誘致して、それで市の税収が上がったので、このような駅を再開発するようなお金が出るっていうことなんだよね。だから今見えている感じの新しい建物も、こちらもね、そのいろんな大企業、ベンペパリの銀行だとかエルメスだとかシャネルだとか、そういう会社が新しくパンタンに入ってきたことによって新開発された界隈だよね。こういう駅の近くにこういう建物があって、この今ね駅がありましたけど、これから非常に大きな駅なんだけど、その線路の上をこれから渡っていきますよ。はい、皆さん右手見てください。ちょうど測ったように電車が来ましたよ。はい、これ SNCF っていうけど、これ次に止まるのは東駅ですよ。多分ねだからこんな感じでパリの東駅からものすごくアクセスいいでしょ。で、運河があるようなところでしょ。で、いろんな新しい建物も建ってるでしょ。やっぱりね、そのなんていうの、いい仕事を得た30代の若者たちが移り住むような土地なんですって。だからそのエンジニア学校だとかさ、そういう会計学校だとかさ、ビジネススクールとかそういうところ出て、でいい仕事を得て、である程度一人暮らしで遊んで、で彼女ができ結婚し子供ができたらここに引っ越してくるって感じなんだよね。そういかにもっていう感じなんだけど、で見てください、あそこ。また電車来たんだけどさ、今度左見て。左見るとなんか大きな屋根があって小屋があって、そこに書いてあるじゃん。ラシテファチって買っていますね。ここじゃないの？ねえ、トリニティ。トリニティが来たかったのここでしょ？そうですね。ということでね、ここにしてフェアティルが来たんで行ってみましょう。だからこの駅に隣接しているこの広大な場所があるんだけども、ここが現在は今そのトリニティが言ってくれたようなイベント会場になっているってことなんだよね。その会場に祭りというイベントが
があります、ね、あるんだ、うん、はいはいはい。いつやるの？7月の、2日から4日までです、なるほど。7月の上旬に祭りというイベントをそこにやるみたいですよ。どんなことができるのそこで？いろいろありますね。アニメーションとか、パフォーマンスとか、パフォーマンス、はい、なんかライブアートとか、ダンスパフォーマンスも、ダンスもできると。はいはいはい。でも、一番大事なところは、はいはい、酒デギュスタションです。酒の試飲ができる。はい、そうです。祭りは、その祭りに、スペースが3つあります。一番スペースはお店、そのスペースは、ストリートフードとか、ストリートフード、食べ物とか食ね。はいはい。屋台みたいな感じで。たこ焼きとか。たこ焼きとか食べるわけ？すごいじゃん。日本の縁日みたいな感じだね。他の2つのスペースは、クラマスターと酒ステーションと言います。クラマスターと酒ステーションって何ですか？はい。クラマスターは、フランスの酒のコンクールです。日本酒とかをフランスに広めるためのコンクールなんだ。そうです。酒ステーションは、日本酒の出店者のスペース。日本酒を出店する人たちの展示会場って感じ。ありがとうございます。なるほどね。はい、で、そのクラマスターと酒ステーションっていう2つの場所でお祭りっていうのがあるイベントの時には何ができるんですか？そこでデギュスターションができるってこと？そうです。なるほどね。ということで、はい。そのスペースは酒ステーションとクラマスタースペースは、12ユーロのグラスを買ったら、自由に1日中、デギュスターションをできます。すごいことですよ。12ユーロのグラスを買ったら、いっぱいお酒を飲めるってこと？そうですね。いっぱいお酒。けどそんなにないんでしょ？10種類とか。種類は？そんぐらいしかないんでしょ？800種類ありますね。クラマスタースペースだけで。クラマスタースペースだけ800種類のお酒を飲むことができるんですって。すごいことですね。すごいね。それがここに4月の2日3日4日2日3日4日いつですか？7月の2日から4日までです。4日までなんですって。だからこんなところでやるっていうことなんだ。でその試飲ができるのはここなんですか？はい。このスペースは、エキュリというスペース、エキュリという建物はエキュリって書いてある。これもともとエキュリっていうのは馬小屋って意味だけど、はい。クラマスターのスペースです。だからここで試飲をできるってことか。はい、そういうことです。800種類の。はい、800種類の。12ユーロだっけ？13ユーロだっけ？12ユーロです。12ユーロのグラスを買えばここで800種類のお酒を飲めると。すごいね。すごいことじゃないですか。で、酒ステーションというのは？酒ステーションはリアルにあります。じゃあこれのまた別の場所にあるわけか。別の場所にあります。なるほどね。酒ステーションはクラマスターじゃない出店者でもディストリビューターとかファブリカン、蔵元もあるし、いろんな人が出店して、そこでも同じグラスで飲めるわけ。はい、そうです。すごいイベントがあるみたいですよ。12ユーロのグラスとクラマスターと酒ステーションのデギュスターションできます。ということでね、そしていろんな縁日があってストリートフードを食べれたり、たこ焼きとかね、あと金魚すくいとかもあるの？はい、子供がいるから家族もね。じゃあ子供が来ても、お酒飲めなくても金魚すくいとかスーパーボールすくいとかで楽しめると。そう、たこ焼きを食べながらなんか金魚すくいできると。そんな器用なことできるんでしょうか？わかりませんが、はい。そういうイベントがあるということなんで、これね非常に面白いところですね。はい、面白いね。ここの場所っていうのはどんなところなのかっていう案内してくれる人もいるそうですね。はい、エドワーさんです。エドワーさん、ちょっとエドワーさん呼んでみましょう。はい。ちょっと探してみようか。エドワーさんいるのかな？ここ簡単なバーみたいになってるんですよ。ほら、で素敵なのはさ、電車好きには僕たまんないと思うんだよね。これなんだろうね。なんかその倉庫だったのかな。そんな感じで、でもね、これもう隣線路ですこれ。先ほど電車が走ってたんだけど、だからここでさ、なんかビールとか飲めばこの電車見ながら飲めるっていう。そういう感じなんですよね。そんなスペースで、向こう面白いね。向こうなんか砂場みたいになってるよ。
その祭りのイベントに来るとトリニティもいるわけ？はい今トリニティは祭りのイベントで何してんの？コミュニケーションとか、うんビジターと話して、話したりとフォトも SNS で投稿したりとか、そういう広報担当なんだ、はい、なんか面白いね。子供がその砂場で遊べたりそうですね。そういう場所もあるんですね。あ、来た。あの人、はい、あ、担当者の人ということでですね、Bonjour, vous êtes Edouard. エドワーさんがこのシテフェルティールというところをちょっと案内してもらうと思うんで。 Alors, donc la Cité Fertile, c'est un tiers-lieu culturel, expérimental, へ transitoire. Pourquoi transitoire? Parce que c'est un projet qui a un début et une fin, qui sont actés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Cité Fertile, c'est un lieu qui est né en 2018, pendant l'été. 2018 Ça fait un petit peu plus de 4 ans qu'on a de l'exploitation, la Cité Fertile. La Cité Fertile, donc on a ouvert à l'été 2018. Bon, on n'a pas pu exploiter le lieu comme on le souhaitait pendant autant de temps parce qu'il y a eu les travaux, il y a eu les grèves, il y a eu le... C'est pour ça c'est transitoire. Voilà, exactement. Na Il y a eu le Covid, etc. Et en plus du fait que ça soit transitoire, on a eu beaucoup de problèmes entre le Covid et les grèves. Toujours. Ouais. Toujours. En tout cas, aujourd'hui, la Cité Fertile, c'est un projet du coup qui est dédié à la ville de demain, à la ville durable. Comment on expérimente la vie aujourd'hui d'une manière un petit peu différente, qui va plutôt s'orienter vers une vie plus responsable écologiquement parlant. Ah, c'est pour ça c'est cité écologique. Oui, exactement. Voilà. Donc nous, les thématiques qu'on va aborder, on va parler, je ne sais pas si vous connaissez le terme des ODD, donc c'est les objectifs de développement durable qu'on va aborder. Donc on va aborder la protection de l'océan, on va aborder la biodiversité, la mobilité douce, etc. Donc on va plutôt être sur ces termes-là. Ce qu'on veut faire en fait avec la Cité Fertile, c'est réimaginer un centre du village, voilà, où en fait tout le monde peut se sentir bienvenu dans le lieu. Donc je vais vous expliquer un petit peu les modalités, comment ça fonctionne dans ce tiers-lieu. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir sensibiliser les gens, donc les personnes qui habitent les Pantinois, les habitants d'Aubervilliers, et de pouvoir inviter les gens à venir sur place. Et nous, notre objectif c'est de sensibiliser les gens à la transition écologique, à l'urgence climatique, à l'urgence なるほどね。 écologique. 今環境問題というのがいろいろな問題になってる、環境というのは問題になってるけど、そういうものに興味を持ってもらったり関心を引いてもらうためにこういうところに来てもらいたい。で、そういうところがその環境と非常に根付いているってことですね。 Voilà. Très bien. Les modalités du coup de la Cité Fertile, en fait, nous, l'objectif c'est de pouvoir, un tiers-lieu, les objectifs d'un tiers-lieu, c'est de pouvoir proposer une programmation culturelle et artistique qui soit quasiment à 100% gratuite. C'est-à-dire que les gens qui viennent sur le lieu, ils peuvent venir et ils peuvent assister à différents formats de programmation, sur les marchés, des ateliers, des conférences, du sport. いろんなイベントがあるけど全部無料で入れるってことですね。はい。 Donc voilà, c'est vraiment l'objectif. Et voilà, l'objectif, ça va vraiment être de manière très globale, très large et plus poétique. Ça va être de réimaginer un peu le monde de demain, les nouvelles modalités d'être ensemble, de vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses, pour que le monde soit un petit peu moins, dans une moins mauvaise situation qu'aujourd'hui qu'il est. Donc voilà, écologiquement, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme un nouveau process. Pareil, d'un point de vue social aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour recréer du lien sur un territoire qui est celui de Pantin et celui d'Aubervilliers. Voilà, c'est ça les objectifs. Très intéressant. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'événement ici. Là, tout de suite, non. Là, ce soir, il n'y a pas d'événement là. Mais même s'il n'y a pas d'événement, on peut venir. Et puis on peut consommer des boissons, quelque chose pour se réunir. Voilà, vous venez, vous n'êtes même pas obligé de consommer des boissons. Un tiers-lieu, on peut venir. C'est un peu parc en fait. C'est comme, voilà, sauf qu'un parc c'est public, et donc c'est en général la commune ou la collectivité territoriale qui gère ça. Nous ici, la Cité Fertile, c'est Signoko, l'agence pour laquelle je travaille. Ça sonne un petit peu japonais, mais c'est pas japonais, Signoko. Signoko. Signoko.
c'est le nom de l'entreprise. Ah, d'accord. Mais c'est pas japonais. Ah, ok, ok. Ouais. C'est le nom de l'entreprise. Donc, c'est une structure privée. C'est ça. Ah. Et Signoko, donc c'est notre agence. C'est une agence qui travaille à la création de tiers-lieux culturels. Donc en fait, Signoko, c'est nous qui travaillons également sur la recyclerie à Bordeaux-Billancourt, sur le pavillon des canaux. Par exemple, est-ce qu'il y a un endroit où on peut, comment dire, sentir quelque chose d'écologique ici? Alors oui, tout à fait. On peut aller voir. Alors ouais, nous on va. Alors, typiquement, là vous voyez par exemple les bassins de récupération d'eau de pluie. Ça l'est? C'est une améno. C'est l'eau de pluie. On peut aller? Oui. Et on va aller voir. Des bassins aujourd'hui, donc on récupère l'eau de pluie, ça nous permet après de potentiellement donner de l'eau pour les plantes. Ah, pour arroser. Et puis il y a des poissons, il y a aussi de une faune qui est mise en place aussi. C'est pas forcément le truc le plus intéressant. Vous pouvez voir là-bas sur le site, on a des ruches avec des abeilles. Ah. L'objectif à travers ça, c'est de fabriquer du miel. Alors l'objectif, c'est pas forcément de fabriquer du miel, mais c'est de préserver un espace pour la biodiversité. Ça veut dire que les abeilles aujourd'hui, vous savez qu'elles sont menacées. Elles sont menacées. On peut voir les ruches? Oui, bien sûr. すごいね、なんかいろんな取り組みをしている。そうだね。環境問題は一番問題じゃないですか今。一番問題じゃないんですか今。なんか。環境問題ね。そうだよね。あ、見えてきた。なんか蜂の巣みたいになってますよ。可愛いね。Vous avez les ruches qui sont celles-là, c'est géré par une personne qui s'appelle Volcan. Volcan. Ouais. Volcan-san. Et lui il gère différentes ruches, y compris celle qu'on a à la recyclerie, qui est un des autres lieux sur lesquels on travaille. Donc j'étais en train de dire que Signoko, c'est la cité fertile, la recyclerie, le pavillon des canaux, canal de l'Ourcq et la machine du Moulin Rouge. Et donc là, il a installé, on lui a proposé de venir installer. 蜂いますよ。蜂いる。へえ。刺さないですか？il ne pique pas? Bah, ça peut arriver. 気をつけて。そうなんだ。Faut pas les effrayer. Donc ça c'est pour la biodiversité. Exactement. Voilà. Et pour fécondation. Bah, c'est simplement parce que les abeilles sont menacées et si on ne leur offre pas un nouveau espace en ville, on risque de les voir disparaître un jour. ミツバチがね、どんどんその個体数が減っているっていうのは今一つの社会的な問題になってますから。はい。Ici, on travaille avec une association qui s'appelle la Sauge. Sauge. La Sauge. La Sauge. Et la Sauge, en fait, c'est une association qui a développé. Vous pouvez voir un potager. Et dans le potager, on va faire des ateliers avec les enfants, les adultes de Pantin, qui vont venir en fait apprendre à cultiver des plantes. Donc là, il y a des légumes. Voilà. Ah, ça c'est des légumes. Voilà, des légumes, des plantes, un peu des herbes, un peu tout ça. Et c'est la Sauge qui gère ça. Et nous, voilà, l'idée c'est de recréer une espèce pareil, une nouvelle biodiversité, mais plutôt du coup sur la flore, au niveau des plantes. Et avec contact des terres, contact avec les terres, et ça crée avec des relations humaines aussi. Voilà, l'idée c'est de proposer un terrain pour cultiver. なるほどね。だから、je vais vous présenter Simon qui est aussi 同僚ですか？Bonjour。Simonさんですね。Qui est notre aussi programmateur chez Signoko, qui est en charge de la partie éco-culturelle et qui programme aussi les cités fertiles. なるほど。enchanté, il fait en train de faire découvrir la cité fertile. Simon se déplace en vélo, voilà, comme ça ça pollue pas. Donc important. C'est important. Vous voyez qu'on accueille là tous ces trucs-là. Donc nous, l'idée c'est vraiment de faire la promotion aussi de la mobilité douce du vélo pour éviter de polluer. Donc c'est carrément mieux que le camion. Exactement. なるほど。On va voir un autre espace. S'il vous plaît. À bientôt, Simon. Merci, Simon. で僕見たんだけどあれ。トワレット摂取。Mais on peut aller voir, il y en a d'autres là. あ、d'accord。これでなんかここのトイレも面白いんですよね。トワレット摂取って言ってなんかねちょっとねこれもエコなトイレになってるんです。Les toilettes sèches, du coup, le principe des toilettes sèches, on va utiliser que des matériaux naturels.
だから自然な物質しか使っていないってことだ Donc よ il n'y a pas ね。 de produits chimiques. あ、なるほどね。化学的なものを使っていないと。 Et tout ce qu'on va du coup récupérer, Ouais. ça va nous servir à faire du compost. エクストレモンユーマン。 C'est ça. すごいよ。これ本当になんていうの？人間のかつての知恵っていうものを復活させてるって感じだね。だから声だめっていうことでしょ。 Donc là, vous avez les toilettes sèches, mais Ah, on a Kokoda. sur tout le site des toilettes sèches. Voilà. Là également, c'est nos poubelles pour recycler. なるほどね。だからこの人間の出した便っていうのを今度はそれを肥料として使えるようなこうやって循環させるようなシステムがここにあるわけですね。 Je vous montrer du coup une autre initiative. Donc en fait à la Cité Fertile, il faut savoir que nous, du coup, la programmation qu'on va y trouver, c'est une programmation qui est à la fois événementielle, mais c'est aussi une programmation qu'on va entretenir avec des partenaires qui sont résidents. ああ、コンティニュー。 Exactement. Là typiquement, vous pouvez regarder, donc là on accueille Ophélie Damblé. Donc Ophélie Damblé, c'est une youtubeuse voilà, qui a une chaîne et qui parle en fait de la revégétalisation urbaine. へえ。 Où en fait, elle a une serre ici, donc elle est résidente. あ、ここ。 Elle développe, voilà, elle développe en fait ces plantes ici. あ、エ C'est ル fan de permaculture. Voilà. サスボンドaussi des plantes. Exactement, elle fait des ventes de plantes après tous les week-ends. Voilà. Ah. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir aussi sensibiliser うん。 les enfants, うん。 les parents, les familles. うん。 On travaille aussi avec les réfugiés. Ah. Voilà, et on fait tout un tas d'ateliers avec なるほど、 des なるほど。 autour du végétal. うん。 Voilà. Ça aussi, quelque chose continue. Et ça, c'est un chantier participatif. うん。 Donc on est en train de construire un four à pain. ふわパン、パンを調理するための。うん。へ Avec le え。 seigle de là-bas. Avec celle de là-bas. Lupantin avait une usine à seigle avant, non? Alors ça, je sais plus. C'est pas grave. On organise un événement le 18 et 19 juin qui s'appelle la Fête du Pain. うん。 Et la Fête du Pain, on va avoir 2 jours de festivités autour de cet aliment traditionnel français, le pain. うん。 Et l'idée, c'est de pouvoir avoir aussi bien des conférences, des ateliers, des temps un petit peu plus festifs autour du pain, de la consommation du pain, うん。 et de comment on peut en faire aussi aujourd'hui un mets, un aliment qui soit responsable d'une certaine manière. なるほど。 Donc là, en fait, on construit, dans le cadre de cet événement-là, Ça un four à pain. へえ。 Et l'idée, c'est On que... peut Bien sûr, s'approcher? bien sûr. Mais l'idée, c'est que nous, on garde ce four à pain après jusqu'à la fermeture. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc là, すごいですね、これ。Donc, avec le four comme ça, c'est peut-être meilleur le goût? ah bah sûrement. Surtout, ça sera fait de manière vraiment artisanale. うん。 Voilà. だよ Je vais ね。 vous montrer du coup notre restaurant, comme ça vous allez pouvoir voir. あ、レストラン。あ、レストランなんですね、これは。comment, en traversant le pont, Ouais. on a déjà vu ce bâtiment. C'était quoi à l'origine ici? Alors, la Cité Fertile, j'aurais dû vous le dire au début, c'était une ancienne gare de marchandises. Ancienne gare de marchandises. C'était une équipe. 駅だったんだ。 Et en fait, quand on est arrivé en 2018, il n'y avait rien de tout ça, c'est-à-dire qu'on a revégétalisé tout. Et voilà, donc on a fait en sorte que ce lieu revive. Mais c'était une ancienne gare de marchandises qui appartient toujours à la SNCF. これ貨物船がここに止まって全部荷物をここに下ろしてたってところだ。 Montrer du coup l'espèce de restauration, c'est important. わあ、すごい。中も結構すごいですよ、これ。すげえおしゃれ。 Donc là, vous avez notre superbe équipe-bar. あ Donc en fait, la source, donc ça c'est notre espace de restauration, c'est aussi un bar. あ。うん。 On travaille au restaurant avec en fait une association, enfin même c'est une école en fait, qui s'appelle la Source Food School, du coup qui travaille avec des jeunes, des personnes qui apprennent le métier en tout cas de chef et de service, etc. Et en gros, ces personnes-là, proposent une cuisine qu'à partir d'aliments qui sont sourcés de manière locale, en circuit court, et qui sont du coup l'idée c'est d'avoir des repas aussi véganes, végétariens, etc. Mais de vraiment travailler avec une cuisine qui soit faite à partir vraiment d'aliments en circuit court. L'idée c'est toujours de polluer le moins possible, Rester responsable. plus de responsables, moins de viande, évidemment, parce que la viande c'est ce qui pollue. Des chauds et
Et voilà. Et donc là, c'est notre espace de restauration. Très sympathique. Ouais. Ah oui. Ah bah attends, je vais essayer de vous montrer quelque chose. あ、なんかね、見せたいものがあるって言ってますよ。 Ouais, c'est vrai. けど、なんか、エドワ Vous allez voir le PVC. Ouais. est-ce qu'il y a Wi-Fi dedans? Il y a un Wi-Fi sur tout le site là, si vous あ、すべてのところに Wi-Fi もあるそうなんで。 Vous avez un hotspot. あ、そうだね。 Je vais aller voir, je vais vraiment vous montrer du coup les guides. Alors attendez, je vais voir si c'est ouvert. On va aller par là-bas. Et donc là-bas, c'était pas seulement le boisson, mais on peut manger. Exactement. À midi. Voilà, tous les midis c'est ouvert. C'est quoi la spécialité? Il n'y a pas de spécialité, la carte change justement toutes les semaines. Ah, parce que c'est le circuit court. Exactement, ouais. Ah, En fait, des légumes de saison. Exactement. あ Exactement ça. あ、これすごいですよ。めちゃくちゃ。あ、ちょっとカメラマン置いカメラマン置いて、連れてかないと。Ok, alors là, vous allez voir quelque chose de fantastique. あ、すごいものを見せてあげるって言ってますけど。 Alors, toi t'avais vu Trinity, non? 覚えてないけど。覚えてます。すぼすぼすぼ。 Alors, donc là je vous présente PBC. PBC っていうところすごいところ見せてあげるって言ってますけど。 Le PBC, c'est Panam Brewing Company. Panam Brewing Company, ils sont partenaires de la Cité Fertile. パートナー企業だって言ってます。 Et Panam Brewing Company, du coup, c'est des producteurs, des brasseurs de bière. ビール。 Ce sont. こ Ils produisent à Paris. こで作ってる。 Voilà. Et c'est là, すごいじゃ là ん。 où en fait ils produisent en partie. マジで？ Et je vous laisse voir les crus. うわーすごい。さあ皆さん入って。皆さん入って。すごいじゃん。すごい何これ。ね。いきなり近未来って感じなんだけど。うわー。 C'est pour ça que si vous sentez, ça sent le houblon. あーだからちょっとなんかその独特なホップなのかなこれ。いろんな匂いがしますね。 Et donc la bière est produite sur site. Ça veut dire ここで。 Exactement. Et donc évidemment, on peut pas faire plus que circuit court parce que la bière du coup sort des cuves et puis on la で récupère. ここで飲めるんだ。 そうそうそう。へえ素晴らしいじゃん。 Voilà. On est ravis. Il y a combien de sortes de bières? Alors, toutes ne sont pas produites ici, évidemment, mais il y en a certaines en tout cas. D'accord. PVC, on peut trouver aussi supermarché ou bien c'est uniquement ici non, on peut acheter? Ouais, vous pouvez ici, mais ils ont aussi d'autres bars en fait dans Paris où vous pouvez aller. Ils ont à côté d'un des lieux pour lesquels on travaille. Bonjour. Ça, c'est Antoine Sam qui est notre chargé de production. Bonjour Antoine. Antoine il s'occupe de gérer plein de choses à ST Fertile, y compris l'immobilier. あ、こっち。なるほど On ね。 va sortir du coup. Merci beaucoup. Merci. 素晴らしいね。飲みたくなるね。ここのビールは、on peut consommer quelque part de bière cela? Alors là, ici, maintenant, tout de suite. Vous voulez voir là? Par exemple là-bas, Alors, c'est là, possible? Sur le bar ici ou sur le bar de la source aussi. わお、飲めるらしいですよ。 On va s'en boire une. Voilà. Et je vais peut-être vous montrer quand même les halles aussi. あ、でレアールっていう多分これ会場なのかな、そんなところもねちょっと見どころっていうことなんで今ちょっとそちらに向かいましょう。そっかそっか、だからここのバーっていうのがさっきのビールか。Ça c'est bière de... Alors du coup on a des bières évidemment qui sont produites ici. On a également d'autres, vous voyez. あ、d'autres marques. Exactement. Ouais, je vais vous faire rentrer par là les halles et comme ça vous allez voir encore les différents espaces. Ok. Vous voyez un petit peu. Alors. 祭りの時はここでも何かやるの？酒ステーションです。ここが酒ステーションなんここがだ。酒ステーション。先ほどのところが800種類のビールを飲めて、あ、ほぼ10月なんだ。あ、すごい大きいんだね。Vous voyez, on a un petit peu redécoré. ここがなんかホールみたいになっていて。 Et ici, du coup, c'est une de nos grandes halles. Vous voyez les ああ、本当だ。R2 エクスポジションだここ。 Alors ici, on va faire plein de choses. On va faire des marchés, on va faire des forums, on va faire des expositions, on va faire des conférences, on va faire des marchés, on va faire tout un tas. On fait des concerts, on va faire des DJ sets. で、aussi théâtre. Ah non, ça c'est les vestiaires. C'est les vestiaires, ça. で、あ、更衣室だって。 Et je vais vous montrer du coup la deuxième halle. あ、でかいですね。やっぱここもともと貨物船の荷物の場所だったから、あ、雰囲気あるね。
すごいよここも。Voilà, donc ça c'est notre deuxième halle, la halle canopée, pareil, dans laquelle on va programmer tout ce qu'on programme également dans la première halle que vous avez vue. コンフェレンスとか。Oui, exactement. Donc, là, il y a déjà une mise en place. Donc, là, on a une mezzanine, donc ça fait à peu près 520 mètres carrés ici. On a développé, pendant l'hiver, on avait fait une espèce de grosse installation scénographie, un peu de manière un petit peu géante, pour accueillir les familles, les enfants. Ça s'appelait la Cité des Merveilles. Et du coup, on avait fait un énorme labyrinthe ici. Donc là, c'est plus le cas. Et on avait installé ici, c'est un filet trampoline dans lequel les enfants peuvent. トランポリンなんだこれが。すごいね。Ça sera réactivé cet été. Et puis à partir de l'été, à partir du mois d'août, on aura aussi un mini-golf dans toute la halle. ここ？面白いね。Et donc ici aussi c'était ancien gare de marchandises. Ouais, tout ça c'était le même terrain. やっぱそうか。Ça un peu ça a l'air un peu. Ouais. C'est vraiment le type un peu warehouse. Ce qui est intéressant, ce qui est bien, c'est que vous gardez la construction, donc c'est la tradition, l'histoire de ancienne gare de marchandises. En même temps, l'intérieur, c'est vraiment l'idée différente de l'innovation. Ça, c'est quelque chose de très très intéressant et très français aussi. Ouais. Du coup, voilà, vous avez vu quasiment tous les espaces. Il resterait. Ça, il va Non, enfin, on n'a pas été dedans, mais t'inquiète. Ce serait pas mal, hein. Je vais voir. Ok. On va y aller. さあということでなんか非常にねなんか盛りだくさんで面白いところでしたね。こんなところでイベントやるんだ。お祭りっていうイベント。ちょっと戻りたい。ちょっと戻りたい。戻りたい。ちょっと待ってね。On arrive dans 3 minutes. ここは酒ステーションがあります。ここ酒ステーションがあるんですね。酒ステーションスペースけど、あのステージにいろいろパフォーマンスがあるそうです。何例えば？例えばブレイクダンスとか。ブレイクダンス。そうだね。コンテンポラリーダンスもいろいろあります。獅子舞とか？獅子舞は外です。あるんだ。獅子舞はあるけど外っていうことですね。はい。獅子舞とかここでもシーンができるってことか。そうです。だってパフォーマーは直子戸沢さんです。直子戸沢さんはヒップホップのチャンピオンdu monde de danse、ヒップホップ。すごい人が来るわけね。すごい人。見物ですね。来る。そう。いやすごいイベントじゃないですか。お酒がたくさん飲めて日本文化を楽しめて、そしてなんかその世界で活躍しているような人のパフォーマンスが見れるってことですね。いや素晴らしいじゃない。ビール試してみようって。ユーゴさんがユーゴさんです。ミリオンズスペクタテオジャポネ。すげえあるの。Ça, Hugo, qu'est-ce que tu nous sers? Alors ça c'est la bière blonde qui est brassée sur place, donc juste en face de l'autre côté de la cour. これあそこで作ってるビールか。Du coup c'est une bière légère, sans trop d'alcool. C'est la bière qu'on vend le plus, c'est ce que les gens consomment le plus ici. Et ça c'est celui-là? C'est celle-là, la Phoenix. フェニックスパンタンっていうやつらしいですよ。じゃあちょっといただこうか。コウさん飲む？コウさんちょっとテレビカメラに映ってないで、すみません。コウさん後で飲みます。じゃあそれでは皆さん3手でいきましょう。はい。じゃあそれでは皆さん3手。ごめん。あ、パド。美味しいね。うまいよ。これね、何が美味しいかっていうと、軽いね。軽い。ビールが苦手でビールのちょっと苦みがあるって苦手だっていう人いるかもしれないけど、これ飲めると思う。すごい飲みやすい。
Donc voilà, c'est quand même pratique d'avoir du coup les cuves là. C'est vraiment circuit court, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de pollution. そうですからもう隣でねビール作ってるからこの作った後のビールをその運ぶためにね、トラック使わなくていいし、トラック使わなければガソリンも使わないし二酸化炭素も出ないでしょと。だからこういうところで作った場所でその消費するのが一番なんだっていうことなんですね。いやー素晴らしいことを今日は紹介していただきました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ということで、このねシテフェクティルとパンタンというところね紹介したと思いますけども、パリってやっぱり、まあ、パリじゃないですけどここはやっぱりね奥が深いですね。そのねパリだけじゃなくてパリのねもうこれ地下鉄とかで来れますから、パリの隣町パンタンというところまで足を伸ばしてねこんな経験してみるのもいいかもしれませんね。そしてこのシテフェクティルっていうところでは7月の上旬ね、はい、祭りっていうイベントがあって、その祭りのイベントではこのビールももちろん飲めるし、はい、そして日本酒とかね焼酎とかも飲めるんだよね。もうセラフェットって感じなんだけども本当にね、まさに祭りでございます。ですね、そんなところも来ていただければと思います。ということで今回この辺にしておきましょうか。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ぜひねパンタンなんかに来てください。ということでこの動画がね面白いと思ったらぜひ高評価チャンネル登録お願いいたします。それでは、次のねまた動画でお会いしましょう。解説は、案内役は私フランスガイドの中村と撮影はイメージクリエイターのコウさんでした。それでは皆さんアビアント。ありがとう、またね。